てますか？皆さんこんにちは、大地です。今日はですね、日本のすごく複雑な難しい駅を、5つ紹介したいと思います。ではまず最初に第5位ですね。第5位は秋葉原駅になります。そしてこの場所、この改札は私がよく秋葉原来た時に、いる場所ですね。皆さんも秋葉原来た時に私がよくいる場所に来るのすごく難しいと思います。たくさん改札の出口があるのでものすごい難しいんですよ。じゃあこの後ですね、このカメラを持って秋葉原駅がどれぐらい難しいのをちょっと歩きながらカメラを回したいと思います。
次は御徒町、オレンジは左側です。お駅です。大江戸線はお乗り換えです。ということでですね、第4位の池袋駅に到着しました。もう秋葉原で大変で疲れたんですけど、はい、じゃあちょっと池袋もどれぐらい複雑なのか見ていきたいと思います。じゃあまずですね、池袋駅もたくさん、出口があるので、じゃあ一番有名な東口っていう出口に行きたいと思います。また迷うかもしれないので、ちょっと迷いながら行きます。本当に難しいです。早速ですね、迷子になっちゃいました。池袋東口から出ようと思ったら、全然違う、なんかわからないところから出ちゃいました。そしてショックなことにガム踏んじゃって、もうテンション落ちます。ガム踏むなんて本当久しぶりですね。ちょっとテンション下がっちゃったんですけど、ちょっと本来目指してた一番有名な東口に向かいたいと思います。
ことでですね、東口に到着しました。いや本当難しいです。じゃあこの後はいろんな出口見て回りたいと思います。じゃあもうここでちょっと体力なくなっちゃって大変なんですけど、ちょっとまだ4位なので、じゃあ頑張っていろいろ駅の中見たいと思います。じゃあ行ってきます。とりあえずですね、東口からだいたい10分ぐらい歩いて一番遠い出口にたどり着きました。ここは C3 っていう出口なんですけど、難しいですよね。もし皆さんが C の3とか C の1で待ち合わせでって言われても難しいですよね。もうたくさん出口があるのでもう分かんないです。もうここは第4位の池袋なんですけど、もうね第1位でも変わんないです。もう本当にもう難しいです。こんなね複雑な駅だと。私は日本人ですがもう高3ですよ。はい、じゃあこの後はですね、じゃあ第3位の、場所に行きたいと思います。また同じ山手線で行きたいと思います。ようやくですね迷いながら山手線の
改札にたどり着きました。じゃあまた電車乗って、同じ山手線で第3位の場所に行きたいと思います。ちょっと遠いんですよね。はい、大変なんですけど、はい、行ってきます。ご乗車ありがとうございました。東京に到着です。車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。今ですね、東京駅に着きました。東京駅はですね、私来るの2年ぶりとか3年ぶりぐらいですね。東京にいるんですけど、東京駅に来るのは本当に久しぶりです。じゃあ東京駅は一番有名な、ところがあるので、出口があるので、ちょっとそこを目指して、歩いていきたいと思います。またですね、ちょっと出口間違えちゃいました。ちょっと自分はですね、東京駅で有名なこう赤い建物があるんですけど、そこの出口から出ようと思ったらまた違うところから出ちゃいました。ここはですね、東京の八重洲中央口っていう出口ですね。ここの東京駅の有名な赤い校舎のところはここの出口じゃなくて全然違う真反対でした。反対にあるので、ちょっとまたこれ使いながら、いろいろちょっと撮影しながら向かいたいと思います。そして今のところ秋葉原も池袋も東京ももう全部出口間違えてますね。
やっぱりね本当に難しい。じゃあちょっとここから行ってきます。いやー皆さんすいません、めちゃくちゃ迷子になっちゃいました。いやー疲れた。もうすごい難しいですね。たくさん歩いても時刻は5時半ですねもう夕方になっちゃいました。私はですね日本人で日本語読めるからこうやって来れたんですけど、海外から来たり東京から住んでない人が来るとこれはもう大変ですよ。もう本当に迷路みたいになっててなかなかたどり着かないと思います。ネパール。時々メッセージもできますけど大丈夫？全然大丈夫ですね。 YouTuber ね。 YouTuber、はネパールの友達でたまたま写真撮ってほしい言われて撮ってあげて、ありがとうございます。はい、超優しかったです。ありがとう。じゃあ OK 撮りましょう。OK 大丈夫。OK。映ってますか？ OK。あんまり良くないかな。これでね。そう、それでこれで。2階ネパールレストランの1階から大丈夫です。本当ですか？嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、ネパールの友達ができました。ありがとうございます。
ぱりこういう観光場所に行ってこう楽しそうにこう写真撮ってるとこう声かけてもらったり、あとはこう手伝ってあげたり、なんかそういう親切心だったり、なんか優しさでこういうつながりができますね。はい、こういうなんだろう YouTube やってると、どうしてもお金ばっかり目がくらんで再生数が欲しかったりいっぱいお金稼ぎたいみたいなことになるんですけど、でも YouTube ってなんか再生数だけじゃなくて、なんかこういうふうになんか友達ができたり、あとは絶対出会わないようなそう国の人とつながったりとか、そう本当なんかいろんなことがあるんですよね。そしてなんかそういうのがすごい大事だなって思います。お金稼ぐだけじゃなくて、なんかこういうなんかいろんなつながりとか、なんかそういうのできるのが本当この活動をやっててよかったなって思います。そしてそう皆さんもぜひですね、私を日本で見かけたら、声かけてください。そうめちゃくちゃ大声で厳しい感じで声かけられなかったら全然優しくできると思うので、はい、よろしくお願いします。じゃあこの後はですね、じゃあ第2位の場所に行きたいと思います。もう時刻もですね、もう6時15分、もう夜になっているので、じゃあ急いで行きたいと思います。この電車は山手線外回り品川渋谷方面。新宿ご乗車ありがとうございます。お忘れ物ないようご注意ください。15番線ドアが閉まります。ご注意ください。とりあえず今ですね、新宿駅に到着しました。時刻もですね7時超えたので、もうかなり人が多いです。じゃあ最初に有名な新宿の東口に向かいたいと思います。じゃあ行ってきます。
りあえずですね、東口の改札に到着しました。今回はですね、初めて迷わないで来れたかもしれないです。第2位の複雑な駅なんですけど、実は自分つい最近この新宿に来てたので、それで迷わず、来ることができました。新宿の駅ものすごいんですよ。すごい広さあるので、じゃあどんな感じの駅なのかっていうのをまたカメラ使って歩き回りたいと思います。じゃあ行ってきます。じゃあちょっと東口から歩いて南口に到着しました。すごい距離ありますよね。もしですね、東口と南口待ち合わせ場所が間違えちゃったらすごい大変だと思います。もうそんぐらい離れてるんですよ。そしてここだけじゃなくて後ろもまた駅になってるんです。ちょっと後ろお見せしますね。はい、こっち向こう側にも、新宿駅あります。でここは南口なんですけど、西口もありまして、ちょっと正面を見てしまう。ここが南口で、今度ですね、西口もまた遠くあって、東口の先ですね。でさらにこの辺とかもあって、もうすごい、これ全体が駅ですね。迷っちゃいます。じゃあせっかくなんでここの南口からじゃあ歩いて西口に行ってみましょうか。西口かなり遠いんですよ。もうどんぐらいこの新宿が難しいかっていうのをお見せしたいと思います。じゃあ行ってきます。
とりあえずですね、迷子になっちゃいました。今どの辺なのかっていうのを説明できないです。多分新宿の西口付近にはいると思います。私が目指してたのは新宿西口っていうなんかでっかい改札とかあるのかなって思って歩いてきたんですけど、自分が今どこにいるのかも分かんなくなっちゃって迷子になっちゃいました。はい、すいません。本日4連続4回目の迷子ですね。じゃあこの後は最後に、また山手線に乗って、じゃあ一番難しい渋谷に向かいたいと思います。はい、ちょっとこの後また撮影しながら山手線乗ろうと思うんですけど、ちょっと疲れちゃったのと今どこにいるのか分かんないので、ちょっと山手線に乗るところまでワープします。改札のところまでワープします。じゃあ行ってきます。ご乗車ありがとうございます。次は代々木オレンジが左側です。じゃあ一番難しい駅、渋谷に到着しました。はい、じゃあまず最初にですね、一番有名なハチ公の出口に行きましょう。そして一番複雑な駅なんですけど、私にとっては結構難しくないんですよ。はい、渋谷はずっと来てるので難しいんですけど、私にとっては大丈夫なので、はい、1位なんですけど、ちょっと
今回こそは迷わず行きたいと思います。じゃあこの、改札からじゃあハチ公の出口に行きたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。とりあえずですね、今回は初めて迷わず、ハチ公の出口に、目指してた出口に、到着することができました。はい、渋谷はそう本当に複雑で、私は結構来てて慣れてるからいいんですけど、初めての方とか、海外から来る方はものすごい難しいと思います。渋谷もものすごい広いんですよ。ここだけじゃなくて、もう歩いて何十分も歩いて、こう南口に行ったりとか、別の出口に行ったりとかするので、どんぐらい広いのかちょっと最後またこのカメラ使って歩きたいと思います。
りあえずですね、今、渋谷の南口のところ行こうと思ったんですけど、ちょっとなんだかんだ迷子になっちゃいましたね。すごく渋谷詳しいんですけど、はい、出口がたくさんありすぎてちょっとわからなくなっちゃいますね。はい、じゃあここは渋谷スクランブルスクエアっていうところなので、じゃあここからですね、宮下パークとかそっちの方の出口行きたいと思います。ちなみに私がぐるぐるこう回って歩いてた道はもう全部出口あるんですよ。もうどこもかしこも駅の出口ですね。でここから宮下パークのところ行くんですけど、もう歩いてそう15分ぐらい、20分とかかなり遠いので、もう渋谷の駅なんですけど、ものすごい遠いんですよ、出口の一個一個が。じゃあ、そっちに向かいたいと思います。ちなみに今見えてる向こうの渋谷ヒカリエっていうあっちも駅で、こっちも駅なんですよ。で、向こう側も駅ですね。もう駅ばっかりです。もう全部渋谷駅です。じゃあ、宮下パークのところ行きたいと思います。ですね、ここの橋に来ました。で今いる場所はですね、宮下パークのところの、出口ですね、改札口になります。ここから見えないんですけど、駅の入り口の改札は、ちょっと正面を見てしますね。向こう側ですね、こっちですね。ちょっとズームします。向こうにこっち側が駅の出口ですね。じゃあそこから行って今度は駅の中を、見たいと思います。ちなみにここは、渋谷で有名な宮下パークっていうところですね。上のところが広場になってます。で、この下ですね。この下は渋谷横丁っていうところですね。居酒屋さんとか、そんな感じですね。こ
この橋からですねちょっと行って、駅の中の内部をお見せします。ここにですね分かりやすい乗り換え案内がありました。ここがですね JR 線、山手線とかですね。で上にあるのが田園都市線ですね。隣が半蔵門線で、反対にあるのが副都心線ですね。でこれだけじゃなくてですね、奥にもまた違う、銀座線ですね。銀座線が、こっちですね。で隣が井の頭線ですね。こっちがこっちですね。はい。たくさんこう路線があるんですけど、色ごとに、東横線、ピンクはあっち、副都心線はあっち、そう分かりやすくなってますね。分かりやすくはなってるんですけど難しいですよね。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はですねいつもと違った動画になってると思います。で私自身も人生で初めて山手線をもう5回も乗ってもうすごい大変だったんですよ。いろいろ歩いたりどれぐらい複雑なのかっていうのをちょっと皆さんに、お見せするために頑張りました。なので、かなり頑張ったのでぜひいいねとか、コメントとか、応援メッセージとか、よろしくお願いします。そしてこれからの私の活動についてもちょっと伝えたいと思うんですけど、まずは、登録者1万人を目指しています。そして、今はたくさんこうやって動画投稿しているのは1万人目指すためなのと、やっぱり、登録者増やすためには再生回数とか必要なので、それで頑張ってます。でも私的にはですねなかなかちょっと私の頑張り以上にたくさんこう再生数がいかなかったりでこう落ち込んじゃう時もあるんですけど、それ以上にこうやって、面白いって思ってくれて私だから見てくれてるっていう、私の性格だから見てくれてるっていう人がいるので本当に救われてます。そして、今後は再生数ばっかりとか登録者数ばっかりとか、そういうの気になっちゃうので気になっちゃったりするんですけど、今後はもうちょっとこういう再生数以外の収入源っていうか、自分の活動の幅を増やしていきたいと思ってます。なので、ちょっと考えてるのが、
スポンサー募集しようかなって思ってます。今日の東京駅でつながりが大事とか言ったんですけど、ちょっと、そうスポンサー募集します。やっぱりこうやって、活動するにあたってやっぱり時間もかかるし労力もかかるし、あと自分らしさだけでこの YouTube ってなかなか伸ばすことも難しいので、そういうスポンサーの支援をいただいて、その分なんか自分にしかできないことをもっともっと今以上にいい動画作れると思ってるので、そういうスポンサーさん募集して、でそのいただいたものでより良いなんか動画作ったり、もっともっと自分が成長するため、そして、あっと驚くような、動画作るためにちょっと募集したいと思います。もちろんみんなやってほしいとかそういうふうにスポンサーしてくれてる人が一番偉いとかそういうことじゃなくて、全然無理してほしくなくて、もし自分の活動がいいなって思ってくださる方いればぜひスポンサーお願いします。で私もお金もらうだけじゃなくて、私も何かできることを、お返ししようと思っています。でちなみに今スポンサー1年間とか半年間とかそういうのじゃなくて、もっと簡単なもので、動画5本の、スポンサーさんみたいな感じで1日スポンサーとかなんかそういうちょっと簡単なやつもいいのかなって思っていろいろ考えてます。で詳しいこととか全然まだ出してないので、これからちょっとずつ、考えていきます。もしかしたらですね、言葉だけになっちゃうかもしれないんですけど、今やることが多くてスポンサーやっぱないとかあるかもしれないですけど、ちょっとそういうのも、考えながらいろんな活動の幅を広めながら頑張っていきたいと思います。じゃあ皆さん本当にありがとうございました。はい、じゃあまだまだ、頑張っていきます。とりあえず登録者1万人絶対達成します。じゃあありがとうございました。